こんにちは、OK ジャパニーズです。今日のテーマは旅行について話しますね。パスポートを持っています。皆さん、パスポート持っていますか？海外は行ったことあります？日本に来たことありますか？ないですか？旅行は大好きです。僕は旅行が大好き。ですね、前回のポッドキャストでアクセントの話とか結構頭を使う話がたくさんありましたよね。もう多いよ。そういう難しい話が多いよ。 OK さん、もうちょっとライトな軽い話もしてよっていうコメントを僕の頭の中の僕が言っていました。 OK さん、もうちょっと軽い話もたまにはいいんじゃないとね。ということで今日は服も明るい色で、白と緑色の服でやっておりますけど、で今気づきましたかね。僕服って言いましたよね。これ名古屋のアクセントなんです。ですね、標準語は服で、靴も靴なんですね。靴、服だけど名古屋は服、靴って言うんですよ。あの服どこ行った？これ名古屋弁。東京だとあの服どこ行った？なんですね。僕のアクセントについてなんですが、もうほぼ 95% 標準語ですね。ほとんどアクセントはあんまり名古屋のアクセントは出ないですね。だけどこの靴、服だけは違いがあります。だから標準語を聞きたい人は大丈夫。服と靴だけ気をつけてください。だからボキャブラリーもそんなに変わらないですね。なんでかっていうと、僕は名古屋で生まれ育ったんですけども、母親は名古屋出身じゃないんですね。母親は四国にある香川県が出身というか出身ですね。でだからその母親の親、僕のおばあちゃんとかおじいちゃんは香川の方の人だったりするので、そこはそんなに方言があんまりない人でしたね。父親は名古屋の人で、父親の母、僕のおばあちゃん、おじいちゃんはまあ名古屋弁でしたね。おじいちゃんおばあちゃんは結構強い名古屋弁を話す人が結構いましたよ。例えばありがとうありがとう、ありがとうとか、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、本当ありがとうねって言うんですよ。ちょっと待ってください。これまたアクセントの話になってますね。これ方言の話になってますね、日本の。方言の話はまた次のポッドキャストでお話ししますね。今日は、旅行の話ライトな話僕は旅行の楽しみ方について最近考えが変わりました。最近というか学生の頃と社会人になってからの旅行の楽しみ方は全然違います。全然変わりました。それはなんでかっていうとやっぱりですね、いろんな文化とか、いろんな話を知ったからっていうところがあるんですよ。どういうこと？意味がわからない、そう思いましたよね。何を言ってるの？じゃあ分かりやすく話しますね。僕の学生の時の旅行の仕方、初めて旅行海外に行ったのはどこかな？香港かな。香港に、旅行に行ったわけではないんですね。留学に行く途中、僕はイギリスに留学に行きました。初めての飛行機で留学に。
その途中、乗り換え、ね、飛行機の乗り換えが香港だったんですね。香港で、泊まって1日あったのかな。でそこからイギリスに行く。だから初めての海外は香港ですかね。でその香港での楽しみ方、有名なところに行く。とにかく、有名な香港の夜の綺麗な夜景ね、夜景見て、でなんかこう有名なお店に行って、で美味しいっていうね、行列ができてる、人がたくさん並んでるところに行って、待って、長いな、この列長いけど、でもこれだけの人がいるってことは美味しいんだろうな、ねって言って、で並んで食べる。で美味しい。で楽しい。でまた有名なとこ行って写真を撮る。でこう写真一緒に撮ろうっつってね、そういう楽しみ方で、その時は僕の友達、香港に住んでいる香港人の友達が案内してくれました。本当に優しい。彼はね、日本で日本語の勉強、日本に留学をしていたんです。で同じ大学に行って、その時に知り合いました。でそういう風な楽しみ方で、イギリスにもその後行きましたね。イギリスに行っても有名なところに行く。バッキンガム宮殿、その前で写真を撮る、とか言ってね、ダブルピース、これ日本では普通のねサイン、指を2本立てて、両方の手で2本指を立ててピースする。これ普通ですから、日本では大丈夫です。ただちょっと年齢によって変わるかな。若い人は今やらないです、ダブルピース。やっぱりね、ある程度の年齢に行く人はやる。イエーイとか言ってね、かわいいんじゃないですか。ちょっと僕は可愛くはないけど、やる人によっては可愛い。そういう風に観光地に行くね。で忙しい綺麗なショッピングモールに行く、新しくできたモール、物を買う施設に行く、で忙しくね、こういろんな場所に電車に乗って、ここに着いた、よし写真を撮って次はここに行く、っていうふうにやっていました。だけど今僕のスタイル、僕の楽しいなと思うのは日常生活、いかにそこに住んでいる人がどんなことを考えて、どんなふうに住んでいるのかっていうところを見る。それが楽しいんですね。ですね、この前僕は北海道に、旅行に行きました。北海道は、小樽に行って、すごくね古い宿に泊まったんですね。ゆるいホテルじゃないね、あれは宿、旅館でもない。旅館はね、いい旅館、高いんですよねやっぱり。でも宿です。宿っていうと安い宿もある。特に本当に安いところを安宿って言います。安い宿だからね、僕は安い宿が大好き。だって寝るだけでしょ。寝るだけでいいんだからね。そう安宿が好きで泊まったんですけど、小樽にびっくりするぐらい安いところがあったんですよね。普通ってもう今小樽人気だから、ね、7,000円とか1万円、そうですね、それぐらいはするんじゃないですか。60ドルから80ドルとか、一泊ね、一人で泊まるのにそれぐらいは普通ですね。だけど僕の泊まったところ3500円ですよ。激安、ものすごく安い。
だから27ドルとかそれぐらいですか、めちゃくちゃ安いでしょ。だからトイレとお風呂は共有ですね。もうシェアです。それは当たり前ですね。でもそこはね、なんでそういう安いかっていうと、ライダーハウスっていうのがあるんですよ。北海道には文化が。他の県にもあるとは思うんですけど、バイクですね。バイクに乗ってこう北海道をこう回って旅行していく、そういう文化が結構あるんですね。北海道は広いですから、もう電車もね全部のとこにないし、電車やバスで行けないところがいっぱいあるのをやっぱバイクでこうバイクでツーリングするっていう文化がある。でそういう人たちはやっぱり、ね、寝るだけで安く泊まりたい、そういう人たちのためにそういう場所を提供してくれるっていう宿がたくさんあるんですね。そういう人たちは本当に優しい気持ちですよね。誰かを助けたい、こういうふうに困っている人がいるから助けたい、そういう気持ちが大きい、と思うんですね。お金、ビジネスじゃなくて、もうちょっと心のつながりをメインにしているところが多いです。だから安いんですね。でそこに僕は入ってね、行ったらもうお母さん、お母さんって言うんですよ。そういうね、僕の本当のお母さんじゃないですけど、おそらく多分70歳手前ぐらいなのかな、わからないけどぐらいの女性、優しそうな笑顔でね迎えてくれて、ね、いらっしゃいって、何いつ着いたの、ね、オッケー、じゃあ荷物置いてく、荷物置いてった方がいいよね、重いからね、置いてったらいいよって言ってね迎え入れてくれてさ、で部屋に入ったら扉を開けて畳の綺麗な部屋なの。新しくはない、新しいね、こういう新しくてピカピカのなんか豪華なものがいっぱい置いてあって、大きいソファーでガーンってくつろぐ、そういうことじゃないですよ。綺麗にしてるんです。長い間ね使われてるけどちゃんと掃除して、ちゃんとね綺麗に毎日掃除されているんですね。そんな部屋にね入って、素敵だな。で部屋の隅には布団が置いてあるんですよ。ベッドじゃないです。布団が置いてあって、ね、そこに自分で布団を用意して、寝るときは自分で敷いて布団を、ね、そこで寝ると、ね、そういうところで、そこで、ちょっと休憩、ね、僕も旅の、ね、ちょっと疲れがあるから、ね、ちょっとで、お母さんと話をするんですよ。でいつからやってるんですかこの宿は、ね、いつからやってるんですかって言ったら、もう何十年もやってるのよって言ってね、もう何十年もこうやって旅の人と話したりしているのよなんて言って、ね、もともとはその人のお母さんがやってたんだそうですね。お母さんは今もう100歳ぐらい、90歳ぐらいで、今はもうお店はやってないけどお母さんがやっていて、それをさらにね受け継いで、その宿を続けていくって気持ちでね、その人がやっているんです。もうすごいですね。で僕はそんな話を聞く。だから何かっていうと、そういう人と、その場所に住んでいる人との話を聞いて、なんか昔はどうだった、で今はこうで、この
ここに住むのはどんな感じ、ここに住むってどんな風っていうのを聞いて楽しむ。それがね楽しい。今はそれが楽しいです。だからスタイルは変わりました。昔は観光地ね、こうスタンプラリーのように観光地に行ってっていうだったんですけど、今はもうちょっとゆっくりその土地の人とか歴史文化そういうところを聞いて楽しむね。でもちろん今も有名なところも行きますよ、もちろんね。もしスペインも昔行った時ね、サグラダ・ファミリア、それは行きますね。そこは行きますよ。でも行ったらそのスペインの違うところに行って、そのスーパーね、例えばスーパーに行く。でスーパーに行って、チョコこんなに安いんだとかね、ワインこんなに安いんだとか、こんなにたくさんハムがいっぱいあるのとかね、そういうね、自分の日本との違いを楽しむ。こんな風な違いがあるんだとかね、スーパーのそのカゴ床に置くのとかね、床に置いて足で動かして前に動かすの、そんなことなかなか日本では見たことないよとかね、そういう楽しみ方をするのが好きです。はい。皆さんはどうですかね。どんな楽しみ方が好きですか？ね、いろんな楽しみ方があっていいと思います。だってね、そうやって観光に来てくれることでお店をやっている人はビジネス、ね、生きていけますからね。観光客がいないと仕事がなくなっちゃう人もいますからね。今オーバーツアリズムね、観光客が多すぎるなんていう話もありますが、そこのバランスはですね、みんなで考えていきたいところではありますよね。それでもう一個旅行でその楽しみ方としていいのはどこでもいいんですよね、旅行って。なんかついつい旅行ってなると南の島に行こうとかね、なんか有名なタワーのところに行こうとかなるけど、実はこの近所、この周りだから、僕だったら東京の何にもないと思ってるような場所でも、実はなんか歴史をねちょっと調べてみたら面白かったりするんですよね。これは本当僕の好きなねYouTube の人とか旅の YouTube の人とかも言ってるし、僕の好きなね作家の人も言っていることではあるんですが、自分がこう知識とかがあるとどんなものでも旅行として楽しめるっていうところなんですね。例えばね、歩いててでかい石が大きい石がありました、ね、何も知らなければ何この大きい石なんだすごいなって通り過ぎますよね。だけどもしその石がですね、実は300年前ね、300年前に例えば江戸時代にこの石実は将軍がですねここに来てこの石の上で休憩したんですと。で休憩していました、この石の上でね。でその時にそこに住んでいる子供が来てね、その子供が来てその将軍に当たっちゃったと。バーンって将軍もいてって言って、でもその時代だったら本当ならもうその子供はすごい罰を受けますよ。そんなね町の人間が偉い将軍に何をやってるんだ、何をやってる、許さん、ただじゃおかんとか言ってね。だけど将軍はおいおいおい、どうした小僧、どうした子供よ、
なんだ何をそんなに急いでおるんじゃ。なんでそんなに急いでいるんだ。実は将軍、私の母が病気でして、お母さんが病気で薬草が欲しいって言うんです。薬が欲しいって言うから、急いでそれを取りに行こうとしていたんです。急いでそれを取りに行こうと。何みたいな、そんな話で、その将軍がその薬をあげてお母さんが元気になる、そのその石だったみたいなねことがあると、この石はなるほどね、そういう話があるんだったなみたいに楽しめるじゃないですか。そういうことですよね。何にでもこうストーリーがあると、物語が何にでもある。それを知るとどんなものでも楽しめてしまう。だからこれはですね、お金をかけずに楽しめる素晴らしい方法ですね。飛行機に乗らなくてもいいとね、近くに歩いていけば、インターネットのね調べたい、それぐらいで大丈夫ですね。調べて、ここの歴史、こんな歴史があるのか、じゃあちょっと行ってみよう。でもお金かかりませんね。図書館で本を読んでもいいですね。図書館があれば本を読んで、誰かの話を聞いて、で楽しむ、そんな方法もいいんじゃないでしょうか、というふうに思っておりますはい。今日はね旅行の話をしましたが、いかがでしたか。皆さんも楽しみ方はどんな楽しみ方をするか教えてくださいね。じゃあまた次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。